こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日も元気いっぱいに世界のニュースをお届けするのだ。今日はメープルシロップが美味しいあの国、カナダについて一緒に見ていくのだ。実はね、みんな知ってたのだ。カナダには世界の価格を安定させるために国家レベルで管理されている戦略的メープルシロップ備蓄があるのだ。まるで石油みたいに巨大な倉庫で大量のメープルシロップが保管されてるって聞いて、ずんだもんもびっくりなのだ。今日は全部で5つのニュースをずんだもんがわかりやすくお届けするのだ。中でも特に注目なのが5つ目のニュースなのだ。アフガニスタンで起きた大地震でたくさんの命が失われて、人々が必死に肉親を探すとっても悲しい現実を伝えるものなのだ。国際社会の協力が呼びかけられているこのニュースはぜひみんなに知ってほしいのだ。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますなのだ。それでは早速一緒に世界のニュースを見ていくのだ。はい。ではカナダの紹介を始めるのだ。まずは地理から。カナダは北アメリカ大陸の広大な北部を占める世界で2番目に大きな国なのだ。東は大西洋、西は太平洋、北は北極海に面していて、その広さには本当に驚かされるのだよ。首都はオンタリオ州にあるオタワで、政治の中心地になっているのだ。簡単な歴史としては、古くから先住民族が暮らしていた土地に、17世紀頃からフランスとイギリスが入植したのだ。その影響で、今でも英語とフランス語が公用語なのだ。1867年に実領として独立し、現在はイギリス国王を元首とする立憲君主制の国で、議会制民主主義を採用しているのだ。人口は約4000万人と、国土の広さの割に多くはないけれど、多文化主義を大切にしていて、世界中から多くの人々が移り住んでいる、とても多様性に富んだ国なのだ。主要産業は豊富な天然資源、例えば石油や天然ガス、鉱物、木材などが有名。IT やサービス業も盛んなのだ。文化面ではメープルシロップやアイスホッケーが特に有名で、雄大な自然を愛する国民性も特徴なのだ。最近では気候変動対策や環境保護への取り組み、そして先住民族の文化や権利の尊重といったテーマにも力を入れているのだ。広大な自然と多様な文化が魅力のカナダ。一度訪れてみてはいかがなのだ。一つ目のニュースなのだ。N、W、T、フォート、プロビデンスに迫る山火事、消火隊が本格鎮圧に意気込みという記事なのだ。フォートプロビデンスでは大変な山火事が発生しているのだ。この火災は町のすぐ近く、なんと900メートルまで迫ってきているのだ。そのため、住民や緊急時にも必要な大切な仕事をする人たちは、避難しなくてはいけなくなったのだ。避難命令は日曜日に出て、月曜日にはさらに避難範囲が広げられたのだ。避難した人たちは、主に 180km 離れたヘイリバーの町へ向かっているのだ。山火事の情報官は、昨日はとても危険な状況だったけど、なんとか乗り越えたのだ、と話しているのだ。月曜日は気温が下がり、南から風が吹く予報なので、消防隊はこの状況を利用して、火災に直接立ち向かったり、火の道になる植物をあらかじめ燃やしたりする作戦を考えているのだ。これで、町のすぐそばまで来ている火の勢いを食い止めたいと考えているのだ。しかし、状況はまだ危険なのだ。火災は、なんとトロント市よりも広い8万9000ヘクタールもの範囲を焼き払い、今も制御不能なのだ。夜中には、一度火が防御線を越えてしまったこともあったけど、消防隊の皆さんが勇敢に戦い、鎮圧してくれたのだ。町には、まだ警察官や看護師さんが残って、取り残された動物たちの世話もしてくれているのだ。建物を守るための専門家が、事前にスプリンクラーやウォーターキャノンを設置してくれたのだ。でも、煙がひどくて視界が悪く、
飛行機での消火活動は難しい状況なのだ。極度の強風や火災の規模が大きいため、地上での直接攻撃も危険なのだ。避難した人たちを受け入れるため、ヘイリバーの町ではコミュニティセンターで食事や寝る場所、レクリエーション、そして火災情報サービスなどを準備して温かく迎えてくれているのだ。また、イエローナイフやベチョコでも避難センターが設けられているけれど、どちらもすでにかなりの混雑で、登録順にサービスが提供されているのだ。避難者は一度登録した避難センターから移動しないように言われているのだ。政府も所得援助や心のサポート、緊急避難手当など様々な支援情報を提供して、皆が少しでも安心して過ごせるようにしているのだ。フォートプロビデンスだけでなく、近隣のワティアジャン、マリー、リバーでも山火事による避難や避難準備が行われていて、北西準州全体で大変な状況が続いているのだ。早く火が収まって、皆が安全に戻れる日が来るのを願うばかりなのだ。2つ目のニュースなのだ。山火事被害。カナダの観光シーズンに再び暗雲。という記事なのだ。カナダでは山火事のせいで観光シーズンに暗い影が落ちているのだ。特にアルバータ州のジャスパー国立公園では、去年の夏に山火事で宿泊施設が約2割も焼けてしまって、今年の観光客が16、20% 減ったのだ。でも、残った宿泊施設はほぼ満室で、回復にはまだ時間がかかりそうなのだ。観光客の皆さんの支出も減っているみたいだけど、公園にはハイキングコースやラフティング、湖のクルーズなど、まだまだ楽しい場所がたくさんあるのだ。冬のスキーなども期待されているし、パークス、カナダも火事の被害があった森を歩けるように工夫しているのだ。ジャスパーだけじゃなくて、サスカチュワン州やマニトバ州北部では、狩猟や釣りのツアーを提供する業者さんが大変な損害を受けているのだ。なんと、数百万ドルもの収入が減ってしまう見込みなのだ。これらの業者さんは、お客さんの予約が早めに入るから、前もって準備を進めてしまうのだ。だから、突然の山火事でキャンセルになると、すごく困ってしまうのだ。高速道路が閉鎖されたり、飛行機が飛ばなくなったり、オフロード車の使用が禁止されたりするのも大きな影響なのだ。政府には、これからの山火事の脅威にもっと積極的に対応してほしいと訴えているのだ。大西洋側のカナダでも、手つかずの自然が閉鎖されて、一晩でビジネスがなくなってしまった業者さんもいるのだ。先住民の観光業も特に厳しい夏を過ごしていて、単なる経済的な問題じゃなくて、文化の活性化や雇用の維持にも関わる大切なことなのだ。山火事の煙が観光体験を台無しにするのを心配して、旅行をキャンセルする人もいるし。カナダの労働問題も影響しているのだ。これからのカナダの観光業は、山火事のような予測できない外部要因にどう適応していくか、大きな課題を抱えているのだ。でも、諦めずに頑張って、観光業を再び盛り上げていきたいと思っているのだ。それが、みんなの願いなのだ。3つ目のニュースなのだ。山火事、再び新学期に影響。専門家が対策支援を呼びかけ、という記事なのだ。カナダでは、今年も山火事が新学期の始まりに大きな影響を与えているのだ。一部の地域では、家を失い避難生活を送る家族が多く、子供たちの学校生活も大きく乱されているのだ。例えば、ニューファンドランドのスコット・チャンドラーさんの息子は、家と学校を山火事で失い、数週間のうちに3度も避難を繰り返したのだ。チャンドラーさんは、子供たちが失ったものの大きさに心を痛めながらも、普通の生活とルーティンが何よりも大切だと感じているのだ。専門家たちは、災害時でも子供たちができるだけ早く学校に戻れるよう、学校が緊急計画を準備し、定期的に更新することがとても重要だと強調しているのだ。カナダ学校委員会協会の会長、アラン・キャンベルさんによると、緊急時には学校が避難所になったり、スクールバスが避難に使われたりするなど、
地域にとって欠かせない支援拠点となるのだ。避難した家族と学校がきちんと連絡を取り合い、子どもたちがどこにいても教育を受けられるようにすることが特に大切だと話しているのだ。これまで雪嵐への対応には慣れていたカナダの学校関係者も、山火事による空気の質の悪化や猛暑といった新たな環境問題に直面しているのだ。ヨーク大学の災害緊急管理の教授ハリー・アスガリーさんは、学校の緊急計画はただ書類上にあるだけでなく、スタッフや家族、生徒全員が実際にどう動くべきかを知っている必要があると言っているのだ。火災訓練のように緊急対応計画も定期的に実践することで、学校が休校になる期間を最小限に抑えられるのだ。キャンベルさんとアスガリー教授は、学校が災害に適切に備えるためには、地方、州、そして連邦政府といった他レベルからの支援と投資が必要だと主張しているのだ。学校が全ての資源を自分たちだけで用意するのは難しいからなのだ。チャンドラーさんは、避難した生徒や教職員が再開し、精神的なサポートを受けられるよう、継続的な投資と支援を願っているのだ。心理学者や行動療法士を招いて、子どもたちが抱えるであろう心のケアをしたり、スタッフも生徒たちもお互いを支え、悲しみを分かち合える環境が必要だと訴えているのだ。子どもたちの心の健康を守ることも、新学期を乗り越える上でとても大切なことなのだ。4つ目のニュースなのだ。N、W、T、火災で避難の脇住民、苦境の中コミュニティに支え求める、という記事なのだ。カナダ北部の脇の住民さんは、山火事が迫ってきたから避難しているのだ。とても大変な状況だけど、コミュニティみんなで助け合って乗り越えようとしているのだ。脇の住民およそ600人のうち、約300人がイエローナイフや別保湖に避難しているのだ。山火事は脇から7キロのところまで来ていて、みんな心配なのだ。マイケル・ラベスカさんは、濃い煙のせいで避難を決めたのだ。娘さんには、お家にはいられないから、イエローナイフへ行こうね、って説明したのだ。家族の安全が一番大切だと語っているのだ。避難所にはベッドやご飯もあって、少し安心できるのだ。マイケルさんは、消防士さんたちがきっと脇を守ってくれるって信じているのだ。火事のことを考えすぎないように、イエローナイフで開催される手遊びトーナメントに参加するのだって言っていたのだ。イエローナイフでねファーストネーションさんは、避難してきた脇の人たちのために、X、アトギャザリングという秋の集会を開いているのだ。手遊びのトーナメントやビンゴなどがあって、避難している人たちも参加して、心の支えになっているのだ。ハーロン・ジェレミカさんは、イエローナイフの人たちがとても優しくて、家族と再会できて嬉しいって言っていたのだ。この怖い時期に、手遊びでみんなが集まって、笑顔になれるのは本当に良いことなのだ。新しい全天候型道路のおかげで、みんなスムーズに避難できたのだって。でも、マイケルさんの兄弟のレロイ、ラベスカさんは、避難はとても辛いって教えてくれたのだ。煙がひどくて、お年寄りや子供たちには特に大変だったのだ。中にはお金に困っている人や、ペットを取り残してきてしまった人もいるのだ。みんな早く故郷に帰りたいと寂しがっているのだ。今、飛行機やヘリコプター、地上部隊が一生懸命消火活動をしてくれているのだ。風向きが変われば、火が脇から遠ざかってくれるって期待されているのだ。いつになったら避難命令が解除されるかはまだわからないけど、みんなが安全にお家に帰れるように最善を尽くしているのだ。コミュニティの温かい支援と助け合いの心が、避難しているみんなの大きな支えになっているのだ。早く火事が収まって、みんなが安心して故郷に戻れると良いのだ。5つ目のニュースなのだ。アフガニスタン地震、死者800人超、負傷者2500人超、手で瓦礫を掘り肉親捜索の映像、という記事なのだ。アフガニスタン東部で、とっても悲しい大地震が発生したのだ。マグニチュード6.0の強い揺れで、
タリバン政府の発表によると、少なくとも800人もの命が奪われ、2500人以上が怪我をしてしまったのだ。被災地では、瓦礫の下にうずもれた大切な人を、人々が必死に探し続けているのだ。地震は日曜の深夜11時47分に、ジャララバードの東約27キロ、深さわずか8キロの地点で起きたのだ。震源が浅かったために、クナル州の町を中心に、広範囲で建物が倒壊するなどの甚大な被害が出ているのだ。ある住民は、村のほとんどが破壊されて、子供からお年寄りまで、たくさんの人が瓦礫の下敷きになっていると、悲痛な声を上げているのだ。救助活動は続けられているけど、山岳地帯だから通信が悪くなったり、道路が寸断されたりして、援助隊が被災地にたどり着くのがとても大変なのだ。徒歩で数時間かけて向かっている状況なのだ。負傷者はヘリコプターで病院に運ばれているのだ。ある被災者さんは、家族を失い、自分も瓦礫にうずもれて数時間助けを待っていたと、当時の様子を話してくれたのだ。タリバン政府の報道官は、犠牲者の数はまだ増える可能性があるって言っているのだ。国連難民高等弁務官のグランディさんは、アフガニスタンはすでに干ばつや難民の帰還など、人道危機に直面していたから、この地震が状況をさらに悪化させるって心配しているのだ。国際社会に速やかな支援を呼びかけているのだ。隣国パキスタンの首相も、支援の用意があると表明しているのだ。アフガニスタンでは、2023年10月にもマグニチュード 6.3 の大地震で約1500人、国連推計が亡くなったばかりなのだ。国際救助委員会は、今回の地震が既存の人道支援活動にさらなる負担をかけると警告していて、世界の資金援助の削減が支援能力を大きく妨げていると訴えているのだ。たくさんの人たちが助けを必要としている、とっても厳しい状況なのだ。今回はカナダの山火事やアフガニスタン地震など、胸が痛むニュースが多かったのだ。広大な自然が魅力のカナダでも、厳しい状況が続いているのだ。世界中で助けを必要としている人々がいるのだ。私たちにできることは何か、一緒に考えて行動する大切な機会なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。